ショックと、僕の大学院時代を知る数少ない、方でありますので、夜逃げ同然で逃げ出してしまったという過去がございますので、いや広いね。完全飯にするか。甘いものに目がないんで、多種多様なスパイスのバランスが素晴らしいです。皆さんこんにちは、リジェストロート G の時々でございます。本日はですね、なんと私の大学院時代の後輩がですね、こちら、セガさんで働いているということで、こちらの方に遊びに来てみました。でですね、セガさんはこちらのビルにね入っているということなんですが、まあものすごいビルでございます。それでは早速行ってみましょう。はい、到着しました。こちらの方がですね、受付フロアとなっているようで、早速見に行ってみましょう。こちらでございます。おお、広いですね。こちらにはキャラクター群がセガさんを代表するソニック・ザ・ヘッジホッグと、あとね、あれね、アングリーバードですよ。こちらでもね大活躍しているという、まあでも本当にいろいろあるんですが、あちらの方に早速いらっしゃいました。どうもどうも。こちらが私の、大学院時代の後輩の大迫くんであります。はい、今セガで働いてます大迫と申します。よろしくお願いします。お願いします。はい、それではですね、改めまして、大迫さんにこのフロアを案内してもらいましょう。そんな詳しくないんですけどね。でもここで勤務してるんですね。はい、ここの他の階で勤務してます。なるほどなるほど。はい、じゃあまあちょっと分かる範囲で、はい、ちょっとお願いしますわ。はい。と言ってもでもですね、ここら辺には馴染みのある。そうですよね。私も昔よくやってました。触れないでくださいね。はい。もうさっき受付の方に触っちゃって注意されたんで。ハウスオブザデッドね。これアッシュでタイピングオブザデッドとかも出てね、いろいろやりましたね、ゲームセンターで。アウトラン。あとアウトランですね。こっちはね、僕はあんまりやんなかったんだよな。まあこういう過去の遺産を展示するコーナーがありーの。こっちは会議室です、ね。これがそうか、フロアマップになってるんだ。はい、この階のフロアマップですね。これ会議室は国の名前です。おお。ちなみにその立ち位置っていうか、そのどういう役職なのか。今は経営企画本部っていうところで仕事をしてます。経営企画か。はい、なるほどなるほど。そう、今回だからつないでいただいて、ゲーム会社っていうのはね、よくやってみたかったんだけど、なかなかどうしても難しくて、今回はありがとうございます。いや、良かったです。でここね、僕らの控室今日のバルサです。これは一体。それはですね、セガサミーがスポンサーをしている、例えば野球とか、あとは M リーグもあります。セガサミーフェニックスって確かにそれ D リーグですね。ダンスです。これです。これ、はい、確かにそこもちょっと最近熱いんですよ。つながってそうだ。D リーグっていうのがあるんだ。はい。あとはこれですね、パラダイスシティですね。IR の施設で、韓国か。そうです。韓国にあるパラダイスシティって実はセガサミーが持ってる施設になります。インチョンから3分。これ知らなかったな。韓国はたまに行ってインチョンもよく使うんだけど、ぜひ今度行ってみてください。ちょっと行ってみますわ今度。はい、こちらですね、一通り受付フロアを見させてもらったんですが、まあとにかくですね、十分なスペースをですね有効活用されてるなという広いですね。はい。ところで今日トゥさんお腹空いてたりします？はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ同じフロアにここを曲がったところにちょっと食堂があるんで一緒に行きませんか？お願いします。一緒に行きましょう。お願いします。こちらですね。お弁当が。そうですね。ここは毎日日替わりで業者さんが来てくれて。
でこっちが食堂のメニューになってます。いろいろ。で食堂がまだ食堂は開いてないんでね、もうちょっとしたら注文できるってことそうでですね、11時半からですね。はい、もうちょっとです。もうちょっとですね。じゃあちょっと中を。でこちらがいわゆる飲食エリアになってて、いや広いね。いやでも12時になるとすごい混むんですよ。もう満杯になります。で実はこっちがですね、夜になるとバーになって、バーなのでダーツとかも本当だ、はい、あります。なのでここ実は飲み会とかここもで開かれたりします。であとあそこは実はカフェテリア休憩スペースみたいな感じになってまして、奥に行くと書籍とかライブラリーなんですか。失礼します。休憩スペースなんで。これですよ、これが。僕が5巻をすっ飛ばして6巻読んだらもう最終巻だったっていう漫画からこういったグローバルなカルチャーっぽい本まで。これ使ったりすることある？ありますあります。それこそ本とかは読まないですけど、部下とか先輩とかと一緒に来てチャットしてます。ここはどっちか集中スペースです。なるほどね。ランチのね提供ができるまでちょっと時間があるということなので、ちょっとねゆるりと話していきたいなと。まず、この大迫さんはですね、僕の大学院時代を知る数少ない、方でありますので。なんでそれと視聴者なんです。時田さんの大学院のことを知らない人も結構いるそっか。その大学院はなぜあまり語られてないのか説明が。ですね、そうなんです。僕のですね大学院時代というのは、僕の中でちょっとあまり本当にご迷惑をかけたなと。夜逃げ同然で逃げ出してしまったという過去がございますので、ちょっとそちらについて、聞いてみたいなと思います。赤裸々に話していいんですか？もう本当に大丈夫です。っていうかもうね、記憶を封印してしまってるんですよ。もうちょっとしたトラウマだったもんで、大学辞めてるんでね。そこら辺をね、ちょっと紐解いてもらえれば幸いなので。僕が覚えてるのは、僕がまず入って1年後に、彼が研究室に入ったタイミングが一緒です。そうだ。そう。大学の時は同じ学科だったけど違う研究室だったんですよね。そうなんです。で、私はもうずっとそのまま上がってったんで、私は大学4年の時に、修士1年で一緒のタイミングで同じ研究室に入ってる。そうだ。落ちた後に行ったゼミが大迫さんと同じ。そうでした。で、僕はやることもガラッと変わりましたし、ちょっとついていけなかったというのがですね、僕の、足りなかったところで。そう。同じタイミングだったんだよね、入ったの。そうです。でも当時は、研究室2つ部屋ありまして、部屋は違ったんだよね。部屋隣です。そうだよ、隣だったんだよね。そう。なので、そんなに四六時中一緒にいたというわけではなかったんですが、でも当時からね、弁が立つ。いや。弁が立つし、なんかやっぱりムードメーカー的なところはあったよね。うるさかったかもしれない。研究室の雰囲気をすごいよくしてたなという印象は僕はあるんですけど。どんな感じだった？そうですね。いやでも結局一緒に入ってきたとはいえ、1個上の先輩で、頼れる先輩だなっていうイメージはすごいありました。で、あれなんですよね。中高が遊ぶじゃないですか。で、私武蔵で、それはすごい親近感があって、その話は結構盛り上がった記憶があります。時生さんの時もその時って、失意のどん底だったんじゃないんですか？いやだから最初は別にこっちもよしやったるぞっていう感じで、でもやっぱ徐々になんかもう研究もニッチもサッチもいかないし、なんか宇部原大吾プロになるしみたいなので徐々にフェードアウトっていう感じでしたよね。あの時ちょっと研究室の雰囲気とかって、いや、隣にいたからかもしれないんですけど、
急に消えたなっていう感じですね。あれそういえば最近見ないなみたいな。ただちょっとやっぱり話してたのが覚えてて、切り替わったから、いや今の研究どうかな、自分に合うかなみたいな話をしてたのはすごい覚えてて、私が聞いてたのは公務員試験を受けるって。そうなんですよ。国家公務員試験。まあ地方だったんだけどね。あ、違ったんですよ。そっち行くんだと思って、それを覚えてます。いやでもね、言えなかったよね。経営のプロになりますなんて、なかなか相談できずに、まあここまで来て。で、5年ぐらい前のカップカップに、見学に来たいからだったっけな。なんかそうです。2020年の頭かな。はい。そう。そう、アイドムが優勝した年に、現地に来てくれてるんですよ。そう。で、まあなんかいろいろ見て、こういう世界も見て、いろいろなんか勉強したいから、ちょっと会えないかっていうので、そうです。そこでまた、なんていうかご縁というか。はい。気まずってなったんですね。とんでもないところから連絡来たなと。まあでも、その業界に興味を持ってくれてる、まあだから優秀な方ですから、ぜひぜひなんか、できたら関わってくれたらいいなとは思ってて、で、そこから、セガさんに入れて、まあこういうね、お話にもつながるということで。当時はそんなによくやり取りするっていう感じでもなかったんですね。大学院時代は。大学院時代はまあでも、隣だったし、まあ週に数回は話す感じ。あとは定時の研究の進捗具合を話すゼミがあったんで、そこで顔を合わすっていうのがありましたね。さんはいなくなるまでは表面上は元気な感じは見せてた。研究やろうという気はありましたからね。違和感はなかったんですけど、本当にゼミに急ですよね、多分。パッて来なくなられたんですね、きっと。いやでも本人的にはちょっと休む日が多くなっちゃったかなとか。いやでもね、びっくりしたのが、正門赤門じゃなくて俺正門から行ってたんだけど、門をね、くぐれなくなっちゃったで。本当に。ああいうことってあるんだ。目の前までは行く。目の前まで行って、でもね、くぐれずになんか戻ってしまうっていう風な、まあ、だからね、俺相談すればよかったんだよね。先生方とか先輩方とか。まあ、なんか新しい環境に行って、ちょっと自分がそういうコミュニケーションを取る能力っていうのが、まあ今よりも、断然低かったっていうのもあって、まあ今だったらもうちょっとなんならね、もう大迫さんに頼ってもよかったぐらいよ。後輩に。っていうのが、僕の、得た教訓でございますので、まあ悩んで一人で抱え込むよりも、まずは結構ね、カジュアルに相談すると、した方が、まあ、いろいろないい方向に進むんじゃないかなというのが、私からの、アドバイスでございますということで。ひとしきりね、お話でしたところで、あちらのコーナー、ご飯のコーナーが今空いたということなんで、早速取りに行ってみたいと思います。お願いします。おお、こちら、デリー。デリーです。いわゆるこれ取って、取り放題。で、後で計量してとかっていうことですか？そうです。計量制です。なるほど。これは、今日はマイセンですね。マイセンのお弁当もこちらで購入できると。今日は火曜日版ですね。曜日によって違うので。はい。完全飯にするか？うん、こっち。トッピングはいかがですか？やめとくわ。完全が崩れる可能性がある。これお会計はどちらで？会計はですね、後でです。あ、そうなんだ。後生産なので今は大丈夫です。俺これだけ気になるんだけど。黒糖ゼリー。取っちゃっていいよね。もちろんもちろん。甘いものに目がないんで。後生産とはいえ、これはでそれをこっちに持って。これは食べちゃったらダメです。わかんない。ここでなるほど計量してください。はい。で後でまた精査になります。はい。商品をそれでも取っていただいて大丈夫です。もうこれで記入されてる。はい。
本当に大丈夫？あとで全部一緒に計算されるんで大丈夫です。でもこれ本当に大丈夫？まあ社員さんが言うなら大丈夫です大丈夫です。これ多分下になんかあるチップかなんかあって、ここにもう記録多分この皿の下にあるんだと思います。ハイテク。我々が頼んだのはこの完全食オムカレーでございます。なんでも、炭水化物タンパク質脂質のバランスがいいということでそれに惹かれて、オーダーしたんですが、ちょっとねこれが美味しそうすぎてこの完全食を崩してしまう形になります自らテイスティングで、はい。こちらのね、白玉、小豆ゼリーいただいてみたいと思います。なかなかスパイシーですよ。でこれチリのスパイスもそうなんですが、カレーのね多種多様なスパイスのバランスが素晴らしいです。そしてねこのカレーだけではなくてオムの部分と一緒に食べることで卵のねクリーミーさが加わって非常にバランスのいいまさに完全食でございますオフィス訪問シリーズは結構ねやっていきたいんだよね。実際そのゲームってずっと僕たちやらせてもらってるけど、その中の人たちがどういう働き方してるのかとかっていうのってもう全然わかんないからさ。で今エンタメとかゲームとかで働いてみたい人とかって多いから、なんかそういった人たちがちょっとでもイメージ湧きやすいように。特にここ最近はグローバル化が進んできてて、国内より全然多いんですね、海外売り上げが。でそれに伴ってこう中も完全にグローバル化してるっていう、そういう状況にもなってきてます。そこを昔全然イメージ違うかもしれないですね。こういう業界に興味がある方もやはりグローバル化っていうのは一つキーワードとしてイメージしながら過ごしていただけるといいのではないかなと思いますこちらのこれは言うことないですありがとうございます、チップある。本当だ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。このクオリティのね、ご飯を食べると非常に仕事もはかどるんじゃないかなと思っております。ここですね。でどこでもいいんですけど、例えばこれではい。いやでもそれはで電子マネー、私の場合クイックペイなんですけど、これはだってでも白玉杏仁ないから彼は。白玉杏仁はこれで終わりです。なので多分次谷口さん入れてもらうと750円って出るんじゃないのこれ。出ないんですよ。デイリーの部分がカウントされてる。ここでだからなんかセンサーでチップが読み取ってるの。そうね。じゃあ今日は怒らせていただきます。マジですかすいませんありがとうございます。もうこれで終わりです。あとは、返却しておしまいになります。いやハイテクだね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや美味しかったっすね。だいぶねお腹も膨れたところでいよいよ菅さんの内部の方へ、潜入させていただきたいと思います。でですねよかったらですが開発フロアなんかにですね、行かせていただければなと思うんですがどうでしょう。今回は本当に特別なんですけど許可いただきましたのでありがとうございます一緒に行けたらと思います。ありがとうございます、それでは早速行ってみましょう。すごい。おイエーイ。